チュン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 。ここに竹があってワシャワシャしてて、ここにも木があるけど竹ではない。ここにも枯れ木みたいなのがあります。上にもどんどんあります。で道がある。道とか建物ってなんや対応できそうな気がするじゃないですか。対応こうやって塗っていこうって鉛筆でこうピシピシって書いてったらそうなるかな。だけどここら辺って何を思ってどうしたらええんやらっていうところがあると思うんで、これを僕が一番ずる賢いやり方をします。ずる賢いやり方、それを使ってこなしてもらえたら一番いいかなと思います。まず前提としてなんですけど、光を浴びる方向にこう同じ方にこう影なんですっていうアプローチをすれば劇的には見えるんですけど、劇的には見えるけれど細かい表現とは葉っぱを感じれるかって言ったら感じれないんですね。であればもこ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 とこれもタッチです、これもタッチです、これもタッチです、これもタッチです。このタッチのエネルギーの持っていき方をこういう風にちっちゃくツン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 と、影とかが地面に落ちてたら芝生であればトン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 シバ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 ってしたらここに芝生があるように見えますね。これがそれ3次元のものを2次元に昇華するときに失われる情報をちょっと補足するような形になります。で今回のこの景色でやっておきたいところっていうのがざっくりなんですけど、近くの道路ビュンビュン、近くのお家ドン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 です。ドンドンと書いたら、これでだいたい安定してきますね。で山なんですけど近くの木、近くの木です。この近くの木と奥の山、この差を作りたいんですけど、色としてはほとんど一緒に見えるんですね。であれば近くをしっかりと書き込んであげて、遠くになるともちろん色もこんな暗い色が遠くにはないんですけれども、遠くの方は近くは木とか葉っぱとかを描くような気持ちなんですけど、こっちは塊を描く感じで、ブロッコリー、僕は好きでよく茹でて食べてるブロッコリーの塊一個一個に対してのアプローチをかけていくというところが、今回のポイントになるかなと思います。では近くなんです。近くにおいてはさっきのしばしばのところです。この芝生がずっとここからここまでドーンと続いてるとするじゃないですか。で遠くの芝生は色だけ合わすような気持ちで塗っていけばいいんですけど、近くになってきた場合はそれに対してどんぐらいの長さが、これぐらいの長さが生えてますっていうところで、1個の葉っぱのとか芝生の生えてるものを感じさせるようにトン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 って部分でも構わないので書き記しておいてあげるってことです。花とかが見えてたらここのに咲いてるタンポポは多分見えると思うんです。タンポポが咲いてれば。でも遠くの方は見えづらいみたいな気遣いをここの中で
繰り広げておく。でさらに遠くになるから鉛筆のそのザラザラ感もなくなってマットな感じで、なんか切り株とかが置いてあったらそういうのを描いていってみたいな感じで、小屋はもちろんしっかり暗いですからしっかり暗く、折れちゃった。よいしょ。ギュンギュンギュンで、暗いところはしっかりと暗く表現していかないといけないですね。これちょっと説明用に雑くしてますけど、で奥になってくるとちょっと暗くなってきますね。で、先に竹を増築しておきましょうか。竹の線を、4H とかで色ついてほしくないのを先に書いておきましょうか。でここら辺の枝とかでピカって光ってるところとかもギュンギュンと 3H とかで彫るような感じで入れておきましょうか。デッサンの時にしたかなと思うんですけど、 H 系は色が弾かれるので先に塗っておくと便利みたいな。ここに電信柱がありますので電信柱もしっかり塗りつぶしておきましょう。ここですね。暗く落としていきたいところ落としながらも林と、あとここに建物のなんかこれですね。なんて言ったらいいんでしょう。小屋の納屋みたいなのがあるところに対応しながらポコ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 と近くなのでね、木とかでここら辺に、竹のこういうチュン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 のリズムありますから、このリズムここにこさえておきます。するとなんやファサファサとしたものがここら辺にあって、でスッと長いものがあるんやな、竹かいなみたいな感じに思っていただけたらいいので、そういう風な感じで対応してます。でさらに暗いところの境界線作ってドーンと落としながら、家暗い電信柱クリアできそうです。電信柱残して暗いところ構築していって、また木とかがありますのでこれぐらいの濃さで塗っていってみます。この木ちょっと説明用に粗いですけど、これぐらいに塗ってみます。で今度は木の方が暗いので木の方が暗いパターンです。さっきは木が白いパターンでしたけど、今度は木の方が暗いパターンになってきます。ふわふわふわとすごくここら辺ですね、ここら辺明るいですからふわふわふわっと残しておいて、で奥に見える緑の方が若干濃いというこのコントラストの差でなんとか木それぞれの木が分かってくれたらいいなぐらいな感じですね。よいしょ。でも多分ちょっと書き分けはこれでいけたかなと思います。でそれで奥なんですね。奥はこれらの作業とちょっと違ってブロッコリーがここに存在するのでブロッコリー塗りをしていきます。ブロッコリー塗りなので色は似てるんですけど、ここで境界線がパーンと分かれてきます。ここにもブロッコリーあるのでブロッコリー描きます。でここら辺のブロッコリー、薄ブロッコリーなんでカリフラワーなのでカリフラワー作りに今度は切り替えていきます。カリフラワーここにあるな、もこ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 行いました。ここが 6B の濃さで中は塗りました。
鉛筆の濃さを、例えばこの遠くの緑のブロッコリーあるじゃないですか、上の方。それはこの色を上回ってほしくないんですね。なのでここで B 使ってるのであれば、マックスの上の部分の暗いなって思う部分も HB あたりのマックスあたりに押さえておいて、あとはブロッコリーです。ブロッコリーだから今ちょっと直線で説明しようと思ったから塗ったけど、あんまり直線が際立ちすぎるとそれらしく見えないので、もうちょこちょこと山の起伏追っていくような気持ちでちょこで構わないです。ちょっと説明用にギャーと書いていきましょうか。よいしょ。怒ってくれるので、近くは葉っぱとか木の伸びてるものを、木も描くし葉っぱのイメージとかも描いていくけれど、遠くはブロッコリーを描くようなニュアンスでを意識して描くときに、その伝えたい条件として葉っぱを意識して描く近景の部分、ここまでの部分と、遠くはその塊として捉えて塗っていく。で今僕喋りながらバーって塗ってきて、こんだけ粗いんですけどなんとなく見えるかなって思うんですよね。ってことはこっちの写真でも見えづらいものをこれ以上に見えやすくする必要がなくって、ここの情報がしっかりと明確であれば、絵としては遠くやからぼやけてるんやなっていう話になってくれるから、そんな感じです。鼻ズビズビ吸いながら喋っててすいませんこのチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となり運営しております。役に立った面白い絵描き坊主の私ことスーさんを応援してやろうと思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、ハイプよろしくお願いいたします。わあ、もっと学んでみよう、もしくはちょっと絵画教室近くにないなという方、メンバーシップ羽さんがで面白おかしく共に絵画修行いたしませんか。いつでもお待ちしております。リンクは概要欄をご覧ください。カリカリの